皆さんこんにちは、ハムです。今日はね、お引越ししてから初のルームツアーをしていきたいと思います。イエイ。今日はね、お部屋だけじゃなくて玄関とかお手洗い周りとか、どうやってプライベートその空間を分けてるかっていうのも一軒丸ごとね見ていただいてツアーになればいいなと思います。では早速玄関から行きましょう。はい、まず玄関はこんな感じです。ここにねちょっとアクセサリーの委託販売をしようかなと思ってスペースは作ったけど、まだ行動に移せてません。お店のドアプレートは外に、マグネットでフックかけてて、それを吊るしてます。もう一般的な賃貸の玄関って感じですよね。雨の日には、傘立ても使ってもらってます。あとはスリッパホルダーですね。スリッパホルダーは楽天で買ったし、傘立ても楽天で買いましたね。あとは3COINSとかフランフランとか、好きな雑貨屋さんで買いました。スリッパも楽天で買ったと思います。でここのお部屋で初めはサロンをしてたんですけど、まだねクーラーを買ってなかったので、もともとクーラーがついてるお部屋にサロンを引っ越してます。ここはねまた業務委託とかで何かしら使えたらいいなと思います。よいしょ。次お手洗いなんですけども、もうバスと手洗い場とか、もうここは生活感と区切りようがないのでこんな感じです。今日はお休みなので、洗濯用のものがありますが、普段はありません。でお手洗いはこんな感じで、かなり狭いですが可愛いトイレですよね。これはね自分で100均のリメイクシート貼って載せてるだけなんですけど、ここにね、サニタリーとかちょっとね宣伝とかのポップがあればいいなと思ってます。まだ作ってないです。お手洗いはこんな感じ。一応トイレの中にもタオルがあるけど、基本的にはこちらで手を洗っていただいてます。ハンドソープと、これペーパーホルダーみたいな感じ。これで手拭いてもらって、もう普通に捨ててもらってます。はい、こんな感じですね。お時間帯によっては、私洗濯物をここに持ってきてしまうので、洗濯機とか、乾燥機が回ってることがあります。今ちょうど乾燥機が終わったところですね。で奥のお部屋がサロンで、ちょっとねコンセントがここにしかないから掃除機がこんなことになってるんですけど、ゆくゆくはねこっちのプライベートな方に移したいですね。 IKEA で買ってきた間仕切りを立てて、一応目隠しをしています。本当はねこの梁の奥のところに突っ張り棒みたいなのをして、そこをもう全部カーテンにしてしまおうかなと思ってます。冷蔵庫だけねこっち側に出して、ドリンクサービスとかもねできたらいいなと思ってます。キッチンで、基本的には食事したり、あっち側はプライベートって感じですね。この台も IKEA の台です。ディプロマとかキューティクルオイルとかバッジとかを載せています。で、基本的にはクーラーがついてるけど、このドアはずっと開けっぱなしにしていますね。じゃあサロンに入ります。お部屋が6畳だったかな。照明も楽天で買いました。カーテンも楽天で買いました。今はね、日焼けが気になるので、日中もね結構閉めてます。撮影の時に光があった方がいいかなと思って開けてますが、遮光のカーテンをしてますね。ずっと前のお家から持ってきました。お引越しはね、私軽自動車なんですけど、それに無理やり全部乗せてきてやったので、上の方の枝がほとんど折れちゃってちょっと寂しかったんですけど、今暖かくなってやっと葉っぱがたくさん生えてきて嬉しいです。なんとか回復しそうって感じですね。じゃあハンドのお席から行こうかな。ソファーは開業当初から変わりなくこれを使っていますが、機会があればね買い替えてもいいかなとは思ってます。当分はね使う予定です。もうソファーがね一体型なので、へこんだり汚れたりしないようにクッション拭いてます。
アクリル板は開業から2回目ですね。買い替えてます。開業の時使ってたやつとは別のものですね。なんたってやっぱり高さが欲しいんですよ。ここの入り口のね、手を入れる高さは高ければ高い方がいいので、こういうね高さを調節できるタイプのものを2回目は購入しました。アームレストは今ちょっと買い替えを予定していて、今バスタオルをぐるぐる巻きにしたものを使っていただいてます。カラーチャートはね、前のルームツアーとか、あと Vlog の方でもね少し紹介したので、今日は触れずに置いておきます。あとはサンプルとか昔のままのスティックのままのカラーチャートとかですかね。エアコンはもともとついてたものです。入り口側にフットがあって、ちょっとさっき子供が乗ってたので下のシーツがぐちゃぐちゃになっちゃったけど、フット用のお席があって、今はね夏なんで上着をかけることはないですが、コートハンガーもあります。でフットするときはこのスタンドライトを、持ってくる感じですね。この後ろの台も楽天で購入して、これは2つ使ってます。こっち側1つとこっち側がもう1つ、2つつなげてます。同じ柄が売り切れだったので、よく見ると柄が違うんですよね。こっち真っ白で、こっちはね白の木目調です。これはね棚が稼働するし、奥行きとかがぴったりなんですよね。奥行きあんまりありすぎても使いにくいので、これくらいのね奥行きが使いやすいかなと思います。机も椅子も開業した時のままで、どちらも楽天で購入してます。でワゴンは途中で買い足してますね。結構備品が増えてきちゃったので、施術側の椅子に座るとこんな感じです。で集塵機は、買い替えた時の動画がありますので、気になる方はそちらもご覧ください。やっぱりね汚れちゃうので、こういうマットはあった方がいいかな。なんかね次はこれ既製品なんですけど、次はねシリコンのマット、色付きのやつを試してみようかなと思ってます。机周りから行こうかな。元に時計があったり、こういうネジのところにねかけてたり、コットンとダストブラシ、前のルームツアーでもしたんですけどね、これは昔はこういう風にスティック型のチップにサンプルを作ってました。これはネイルタウンだったかな、ネイル工房だったかな、楽天で買って、マシンは浦和さんの G3 を使ってます。4万円くらいかな。結構高いけど買ってよかったと思います。筆はもう本当にスタメンのものだけ、スタメンっていうかもう一面、いつも通りって感じ。今ねクリアとカラーを分けてないんだけど、クリアカラー用とラメ用で、クリアカラー用とラメ用っていう感じで、同じものをね2セットラメとカラー用で分けてます。で、これはアリエクスプレスで買った、ジェルウォーマー。こうやってするとスイッチが入ってジェルを温めてくれます。このね円の中だけなんで、ここの辺に置いてるやつは温かくならないけど、基本的に温めたいのはこれだけ。ビルダージェルがちょっと固めなので、いつも温めて使ってます。でベースはいつもパラジェルを使っていて、上にビルダージェル使ってますね。でラメに混ぜる用で使ってたり、もうこれね終わりなんですよ。あと少ししか残ってないから、もうラメ用で使っちゃって、これは、ネイルタウン楽天で買ってるアイシングジェル。ミラーつけれるし、パーツも留めれるし、美獣とかにもねなりますし、もう本当に使い勝手抜群の子です。もうこれは学生時代検定の時から使ってるから、ちょっと古いですけどキリスノですね。その他がワゴンの中に収納してあります。机の上はこんな感じかな。アクリル板は Amazon で買って、この照明は IKEA で購入しました。でこのレースのカーテンはミラー加工って言って、中からも外からも見えにくい遮像のカーテンになってます。これはカインズで買いました。はい、じゃあワゴンの中行きます。ワゴンの中は結構汚い、生活感が出てしまう。もうライト買い替えないとダメって分かってるけど、なんかまだ使えるから使ってしまう。
開業当初からあるライト。マグネットがこんなところにくっついてて、で最近買った手元撮影用の iPhone 固定するやつですね。これがまためちゃくちゃ使いやすいんですよ。でワゴンの中はハサミと蛍光ペンとファイルが一緒に入ってて、もう使わなくなっちゃったけどハードジェルはもうプレストのものに変わってますね。うちはノンワイプの方がやっぱり使いやすいので。これはグミジェル、リングネイルとかするときに使ってます。でパレット、これは500円ぐらいで買った気がするんですけど、これも買い替えたいですね。違うものにしたいです。で私の手指消毒のアルコールとウェットステリライザー、このスパチュラが使いやすいかな。でこれは錆びちゃうので別にしてて、アクリルニッパーは歯ブラシ立てに立ててます。こんなやつ100均のものですね。であと特別なものとかはないかな。今使ってるマットトップは、これも楽天さんのリジェルっていうやつですね。化粧品です、ちゃんと。で、ツヤ仕上げのお客様はキャンジェルのノンワイプトップで、ハードの時はプレストぐらいですかね。あとは使ってないです。サンプルで使うって感じ。あとキューティクルオイルは P シャインで、プライマーはプリジェルのマジカルプライマーで、アクリルはナチュラルを使ってます。でダンスのフォームとタッペンディッシュで、これはメンダですね。これも全部ね、学生の時のシリーズって感じです。買い足してますけど、学生の時から使ってるものを使ってます。でこちらはフットですね。フットのダストブラシとか、フット用のファイルと、であとブラシが2軍のブラシがちょこちょこ入ってるのと、アクリルのブラシが入ってますね。でビットがちょっと立ててあって、ビットはね、よく使うのはこれだけかな。もうビット使ってるのはこれだけです。オフ用、これパーツ取る用オフ棒で、その次ラントリーフィルインの段差取るやつと、でキューティクル周り押し上げくんっていうビットとケアマルっていうビットですね。もうこのシリーズ、この4つは全部ルミナのビットなんですけど、ルミナのビットを使ってますね。でカラー削るやつはネイルラボの X コース使ってます。私は面取りしてあるビットが好きなので、いつも面取りしてあるやつを使いますね。1段目はこんな感じかな。とこれお水、これは観葉植物用のお水です。これもカインズホームセンターのスプレーですけど、これめちゃくちゃいいです。このスプレーね、私どのスプレーもこれに入れ替えてこれでやってます。お掃除とかもね。で意外と必須なのがこのはたき。めちゃくちゃダストが積もっちゃうから、なんかダストが積もってるサロンって嫌じゃないですか。なんかもうだからこういうのでもうはたきをしまくってます。開店前のお掃除の必須ですね。2段目はエアブラシはもう使ってないな。長く使ってないですね。でこれはフット用のオイルで楽天のカードリーダー、電子マネーとかも使えます。でこれはハンディライトっていうのかな、なんかミニチュアライトなんですけど、こうスマホを固定するやつに固定してフットで使おうと思ってたんですけど、うまくいかなかったのでちょっと今使ってないですね。でメモ用紙があって、キューティクル周りガーゼクリーンするのにお尻拭きを使ってます。これはねフットのトゥーセパレーター、一個一個バラになってるやつが使いやすいのでこれ使ってます。このガラスの容器はキャンドルが入ってたやつだったかな。なんかいただき物なんですけど、
それを使ってます。もうこのまま消毒できるしね。で替えのフィルターがあって、こっちはもう使ってないものだから処分しようかな。はい、これは処分します。後ろはいつもパソコンが置いてあって、これは今日の私の仕事ですね。空いてる写真立てとかにポップを作っていこうかなと思って画用紙と一緒に用意してます。これは私の後の仕事ですね。でオフの用意は特に使う時が本当にオフだけのお客様の時しか使ってないので、他店様オフでねたまに使います。これとこれは次に買わなきゃもうないからなので、これは売ろうか捨てようか迷ってるジェルです。でこれも100均の伝票ですね。でペンはお客様用と自分用のがあります。でここは基本的にカルテ入れですね。こんな感じ。まだ1回しか来たことがないお客様はこうやってクリップで留めてて、で2回以上もうお客様リピーターさんになっている方は1枚1枚クリアファイルに入れてカルテを管理してます。でこの白い箱は全部ストックですね。こちらからウッドスティックと筆のストックと、こちらはビットですね。ビットのストックと、ここは、よく使うチップとか、あとは、入りきらなかったパーツとか、大容量で買ったもののパーツとかがこっちに入りきらない分がストックとして入ってありますね。でファイルも少なくなってきましたね。でここは唯一使ってるものですね。空いてます。全部マグネットと、パールジェルで、これは自分用ですね。かなり少なくなってきたり、ちょっと硬化して生焼けになってるパラジェルとかもったいないから、私は自分用に使います。でこれは中身クリアジェルに変えてしまってて、あとはトップジェルとスカルプジェル、これも空いてて使ってる途中のものですね。あまり出番がないのでこちらに入れてます。でこっちはもう完全に新品のものですね。もうすぐなくなるカラージェルと、あとはパラジェルとトップジェルとか、結構ねいつもパンパンに入ってます。でこれは汚いけど、サンプルチップボックス何でも入れてます。その中にね、私はね、いや本当に汚いけどもこれとこんな感じ、100均のフックにチップを貼ってサンプルにしてます。でもサンプル作る時の両面テープはこれ一択、 Amazon で購入しました。で、消毒用のエタノール、消毒用のエタノールはね、楽天でめちゃくちゃまとめ買いとかするとこれ1個300円ぐらいで買えるので、なんかそれもおすすめです。はい、次隣行きます。隣からジェルが始まりますね。このボックスなんですけども、2段で1つの OMD から出てるジェル収納ボックスになります。これも楽天で買いました。 OMD のやつですね。ジェルがだいたい3センチ ×3 センチの、ジェル、3センチ ×3 センチ以内のジェルであれば、1列に5個で、これ仕切りがついてるので動かないので気に入って使ってます。5個 ×2、4、6、30個30個で1段に60個ジェルが収納できます。開業の時に買ったこのプチプラのジェルはできたらそろそろ処分したいなと思います。なんか開業の時に買ったっていうよりかは、なんかカラーが少なくて焦った時期があって、そういう時にね、ネイルタウンが好きなのでネイルタウンのものを好んで使ってるんですけど、この辺は色ジェルシリーズはリピートしないかな。でネイルタウンのティントシリーズもいい色はあるけど、これもリピートしないです。唯一リピートするのはマグネットのシリーズですね。これは買い足してもいいかなって思うぐらい、かなりいいです。プロ用のものでも化粧品ではないものがほとんどなので、
どうしてもねマグネットっていう素材上雑貨のものが多いので、これはねこういうプチプラのものでもいいかなと思います。全然プロ用とね引きを取ってないのでいいかなと思います。で2段目はミューズですね。番号順に並べたりとかはしてたけど特に決めてないです。手前がシアー系で奥がマット系、こっちはラメ系とかに分けてます。リジェルも化粧品で楽天で購入してます。結構好きなんですけどね、新しい色が出てるのでどちらを購入しようかは悩んでるところです。一番最初開業した時はプリジェルのカラー EX がメインで使ってました。これはね、プリジェルは大きいから段をまたいで収納してる感じです。カタカタなってしまうので、こういうね木の棒を入れたりして、こっち側はだからカタカタならずに綺麗に収納できてます。でカラー EX が使い終わったら順次ミューズの方に切り替えていってるので、今からこの2段はねミューズに変わっていくんじゃないかなと思います。で下はラメとミラー系ですね。この中でおすすめの商品はやっぱりエスミントさんのこのラメホロシリーズ、めちゃくちゃ可愛いんですよね。使い勝手がいい、本当に可愛い。どれも可愛いです。エスミントさんね、楽天で買ってます。であとはよく使うのはこのクリアのミラーシリーズかな。これはねめちゃくちゃ安かったですよ。アリエクスプレスで1個250円ぐらいで買ったと思います。めちゃくちゃ安いです。アリエクスプレス本当にね使いこなせた方が仕入れがすごく楽になるので、まだの方はねぜひやってみてください。次の段もエスミントさんのやつですね。こんな感じ、色物も可愛い。でこちらはエスミントさんの中でもシエルっていうちょっとエスミントより安いんですよ。エスミント高いから1個300円ぐらい。こっちのエスミントって書いてある方は1個308円で購入しましたね。今値段変わってるかもしれないけど、このシエルさんっていう方はもうちょっと安価だった気がします。でこの番号は裏に書いてあるやつですね。上から見ても分かるように自分でテプラで打ちました。私は基本的によくテプラで作ってますね。こういうのも別に色の番号ないけど全部色の番号を何番のラメを使ったかっていうのはカルテに書きたいので全て番号を振ってますね。奥は学生時代の時に買ってたラメなんですけど、こちらもねもしあれだったら処分してもいいかなと思ってます。こんな感じでエスミントさんの押し花もめちゃくちゃおすすめです。一つ一つのお花がね大きいし可愛いんですよね。こんな感じ1枚ずつちぎって使います。かなり長持ちしますよね。人気の色は結構なくなっちゃうけどでも可愛いんですよ。感じちょっとね白と色が混ざったりとかしててめっちゃ可愛いです。はい、でこれで左側が終わりですね。次右側はアート系です。一番上はスワロフスキーですね。こんな感じ。もう今はプレシオさんにちょっとずつ変わっていってるので、テプラがねこんな感じで中に入れたりとかしてまだ綺麗にラベリングができてない状態です。こんな感じ。これねもう今売ってないんですよね。100均で前まで売ってたんですけど、この100均のパーツケースみたいなやつ、これがもうシンデレラフィットで2段2段奥に2段もぴったり入るんです。なので、6個で1段に12個収納できてたんですよね。12個かける、12個、これ1つで12個
収納できるので 12個×12 個のパーツを収納できてたんですけど、今ねこのないんですよね、このパーツ入れが。復活してくれたら嬉しいです。2段目はゴールドのパーツですね。こんな感じ。もうはっきり言って私はあんまり使うシーンがないです。たまに出るけどね。このスタッツとかはよく使います。このスタッツはこれブリーチっていうところで買って、この品番で715円だったよっていうね。いくらで買ったかっていうのもなんとなくテプラで貼っています。で3段目はシルバーですね。シルバーはゴールドに比べてやっぱり少なくなりがちですよね。もう既製品からゴールドしか作りがないやつもありますので、結構空きが目立ちますが、全然困ってはないですね。でここはいろいろかな。水彩とホイールもねちっちゃく切って使いやすいようにしてます。でこれはセリアで買った水彩ですね。であとはパールもめちゃくちゃよく使います。でミスミラージュのカラーパウダーがなぜか2個だけあります。でここの段はシェルとか色物ですね。奥はリーフフォロで、これはシェルですね。薄いパキパキと割れるようなシェルが入ってます。シェルはねなんか何種類あっても困らない気がするので、結構いろいろ集めちゃってますね。でこっちはちょっと丸みがついてるシェルですね。パーツとしても使えるような感じです。厚みもこっちの方がちょっと分厚いやつもありますね。よりすぐって使ってる感じです。でこっちはもう粉々の細かいシェルです。これも意外と使います。一個一個ね丁寧にのせると花びらみたいなね、シェルの花びらのネイルをしたりとか、春になったらピンク色で桜っぽくねよく出るデザインなんですよね、うちは。あとはちょっと使い方が使いこなせてないシェルが奥に少し眠ってるって感じですね。で最後の段はビジュです。こんな感じで大きいパーツがコロコロとありますね。パールとゴールドとか、あとはビジュ系と大きいパール系で、こちらはもう既製品のパーツですね。前までは追加料金いただいてたんですけど、値上げしてからはこれも料金内でつけてもらえるようになってます。あとこれチェーンとかね、あんまり使わないけど一応あります。はい、で隣はカレンダーですね。お盆休みがあったのでお盆休みの記載と、あとはちょっと昔のサンプル、デザインサンプルがあったり、カラーチャートがあったりしますね。特に使ってはいないので、お子様連れのお客様ですね、おちみちゃんが来た時とか、なんか何色が好きとか言ってこれで遊んでもらったりしています。はい、でこっち下の段に来ると、私のおなじみのレジと、あとはここは文房具が入っていて、ここはワイヤーと、あとはアクリルですね。もう使う頻度ほとんどないですね。でエアブラシとリキッドです。こちらもね、なんかおすすめのサンプルとかに使わない限りずっと出ない気がします。カラーサンプルとかもこれは作ってないので、なんかね、もうちょっと店内での宣伝の仕方とかを工夫しないと使わないものが多くなっていっちゃいますよね。でこれはテーブルにつける、ビニール袋ですね。私ゴミ箱こんな感じでつけてます。これ本当はダメなんですよ。検定の時みたいに皆さん多分してる方多いと思うけど、本当はダメです。
本当は蓋付きのゴミ箱を用意してください。私人のこと言えないけど。であとはカラースティック、カラーチャートのスティックのストックと、あと検定の時に使ってたシール貼ってるやつとかね、とエアブラシのガンを収納する箱と、その横は、ここはね使ってないんですよ。使ってないパーツ、捨てたいけど捨てれないちょっと保留中のパーツと、こっちはね切ってあるキッチンペーパーを入れてます。これ2つ折りにしてワゴンに入れて使ってます。あとはティッシュとかキッチンペーパーとかねっていう感じです。まあネイルサロンはやっぱり物が多くなりがちなので、できるだけ気をつけたいですね。ここ紹介してなかったかな。ここ奥にちょっとシールがあるのと、ここはストックですね。アセトン、リキッドコットン、キッチンペーパーとかクリアジェルのボトルタイプとかね。でここは充電器入れてます。ここの上は書類が今ちょっと収納を見直し中で、書類がここに来てるのと、あとはこんな感じですね。よいしょ。これね、メニュー表もここに置いてます。1枚しかないですけど今。あとはバックヤード的な感じで、こういう書類をね立てる場所が必要かなと思います。お客様のカルテもどんどん増えていきますしね。私もこちら側のちっちゃいクローゼットに入れてるんですけど、ちょっと私物もあるのでお見せできないんですが、こんな感じです。でこれはフットのオットマンとフットする時用の私の椅子ですね。こんな感じかな。いやーめちゃくちゃ喋って疲れましたけど、基本的にね、私の子供は隣の部屋でね待ってくれてたりします。はい、いかがだったでしょうか。一応ねこんな感じでルームツアーは終わりたいと思います。またの動画でお会いしましょう。